4月4日5日の土日で開催されたアスクフェス2026モド PC コンテストに沸騰冷却 PC を出展してきました。残念ながら入賞はできませんでしたが、素晴らしいモド PC がたくさん展示されていたので、簡単に紹介したいと思います。まずは展示でお隣さんだったモド PC から、斉藤元さんの生け花 PC、自然との融合を体現した芸術作品。後ろの花は造花じゃなくて本物の桜の木。その手前に正六面体の PC が吊り下げられています。PC 本体はミニ ITX のマザーボードぐらいのサイズで、CPU とグラボを水冷化。コンパクトに収められていて配感も美しい。老舗旅館の玄関に飾りたいモド PC でした。次は右隣に展示されていたモド PC。ジーマさんのハイト X50 ワン。漆塗りのお椀をモチーフにした和風のモド PC。塗装をなりわいとするジーマさんが麗しく塗装。高級食器のような仕上がりになっています。黒、赤、金が戦国武将のような強さを演出。ネジは真鍮を使用するなど細部までこだわっていました。キーボードとマウスも塗装されていて統一感のあるデスク周りに。織田信長に寝室で使ってほしいモド PC でした。次はデベピカさんのリ・ブルーム。春をイメージしたジオラマ風のモド PC。ガラスが割れたジャンクケースを1000円で購入。割れた部分をうまく使って満開の桜を表現しています。ジオラマの岩は自宅の庭から拾った石。クーラントの池や滝の周りには猫がのんびり。猫好きにはたまらないモド PC でした。次はケイさんのアビーモド ES04 シルバー。透明感のある本格水冷 PC。うねるアクリルパイプで液体の流れを表現。この3次元の曲げはレベルが高いです。シンプル、綺麗、透明感なモド PC でした。次はインホシークさんの簡易水冷仮。はい、これは名称詐欺です。サーバー用のチラー、冷凍機を使ってクーラントを冷却しています。クーラントはマイナス温度まで設定可能。ただ結露してしまうので使う機会はないとのこと。最強の冷却性能を持つモド PC でした。次は ABS 博士のビッグウェーブパラダイス。乗るしかないこのビッグウェーブに。つまりメダル落としゲームのモド PC。なんですが、当日は調子が悪い。元気がありすぎてメダル落としのゲーム性を破壊。状況に手間取っている ABS 博士でした。次はリスノケさんの黒も白もモノ。白とオレンジ、黒と紫が映える壁掛け PC。YouTuber の黒戸モノさんとのコラボ作品になっています。中央の液晶で白黒モノが喧嘩しているみたいで可愛いモド PC でした。次はエイリさんのプットオン。コンパクトな曲面ガラスのケースに CPU と GPU の水冷化キットを組み込んでいます。見た目が悪くなる配管などは下部の台座の中に移設。フィギュアを入れておくショーケースみたいで見せるかっこいいモド PC でした。次は魚舞さんのいや家事してますが、おままごとに使うキッチンになぜ PC を組み込もうと思ったんでしょうか。水冷の液体は蛇口から流してなんぼで攻めてくる魚舞さんでした。次は銀さんの26式カノン。昨年に引き続き可愛い AI コンシェルジュ搭載の PC になるはずだったんですが、開発が遅れて今年は喋れないとのこと。残念。裏面のリザーバータンクは斜め配置。車用の水温計を使ってスポーティーなモド PC でした。次はもやまさんの情報空母ヘルメス。特にミリオタというわけではないらしいですが、ジャンクで手に入れたマザーボードが空母をモチーフにしたものだったので、そのイメージに合わせてモディファイしたとのことです。手動のエレベーターに謎の HDD が、遊び心が12秒患者に刺さりそうなモド PC でした。そしてビギナー部門の第1位だったのが、
宮っちさんのアタッシュケース型モド PC。お父さんの使い古しのカバンに余った PC パーツをインして父の日のプレゼント。くたびれたカバンがいい味を出していました。極小のマウスが付属していて、スパイが使う特殊道具みたいでかっこよかったです。そして一般部門の第1位は、ドーニャさんとジーマさんのドーニャズゴールドリザーブディスティラー。謎のガイタレドーニャさんがコンセプト。制作はジーマさんとの共同制作。全体をウイスキーと親和性のある金色に塗装。ウイスキーボトルに穴を開けてリザーバータンクに。クーラントの琥珀色は照明の影響も考えて現地で調整したそうです。まるで本当のウイスキーで冷却しているような、そんな元 PC でした。ということで、アスクフェスの元 PC コンテスト。一部の作品となりますが、紹介してみました。当日はたくさんの人に作品を見てもらって、とても嬉しかったです。来年も参加しようと思っているので、応援よろしくお願いします。ではでは。